今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。リラックスできる冒険の物語で心地よい眠りをお楽しみください。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は冒険物語オリジナルストーリーを7話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。虹の彼方に。秋深いある日、ユーマは山間の小さな村に足を踏み入れた。彼の目的は東京の喧騒から逃れ、詩作のインスピレーションを求めることだった。まさにその日、村では年に一度の秋祭りが開催されていた。木々は紅葉で燃えるように赤く染まり、どこからともなく聞こえる笛と太鼓の音が、彼の心をワクワクさせた。祭りの会場に足を踏み入れると、彼は色とりどりの提灯と手作りの飾り付けに目を奪われた。子供たちは綿菓子を手に走り回り、老若男女が笑顔で語り合っている。ユーマはそんな光景に心を打たれながら、屋台で温かい焼き鳥を手に取った。初めて見る顔だね。と、隣に立つ老人が話しかけてきた。彼の名は、幸三、村の古老だ。ユーマは自己紹介をし、東京からの移住者であること、詩人として新たな生活を求めていることを話した。幸三はにっこりと笑い、この村は君にとっていい選択かもしれないね。ここには多くの話が眠っている。そう言うと、周りの山々を指さした。その夜、ユーマは村の中心で繰り広げられる舞踊を見守った。村人たちが一体となって踊る姿は、何とも言えぬ力強さと美しさを放っていた。彼は、そのすべてを心に刻み込むように、深く感じ入りながら、新たな詩の一節が心に浮かんだ。星の光は、この地にも降り注ぐ。秋祭りの余韻が村に残る中、ユーマは新しい日常に少しずつ慣れてきていた。村の朝は早く、木々の間から漏れる光が、彼の小さな家を優しく照らす。朝食をとりながら、彼はしばしば窓の外を眺め、広がる山々のシルエットに思いを馳せた。ある朝、彼は心を決めた。祭りの日に聞いた未探索とされる森の噂を確かめに行くのだ。ユーマはリュックに必要最低限のものを詰め、カメラとノートを忘れずに持って出発した。村を抜け、石畳の小道を歩きながら、彼は森の入り口に向かった。秋の空気は冷たく、枯葉が足元でさらさらと音を立てる。森の入り口には古い石の祠があり、その前には小さな花束が捧げられていた。森に足を踏み入れると、世界が変わったかのように、静寂が包み込んできた。木々は高く密集しており、時折鳥の声や小動物の動く音が聞こえる。ユーマはこの森が村人たちにとって特別な場所である理由を感じ取りながら奥深くを目指した。彼が歩くにつれ、木々の間隔が狭まり、薄暗い森の中で方向感覚を失いかけた。しかし、迷いながらも、ふとした瞬間に見つけたのは、森の中心に、ひっそりと佇む小さな湖だった。湖は、鏡のように静かで、周囲の木々や空の色が完璧に反射されていた。湖の美しさに心を奪われたユーマは、湖畔に座り、しばらくその光景をただ眺めた。時間が経つのを忘れ、ユーマは湖を囲む自然の音に耳を傾けながら、ノートを取り出した。彼の中で言葉が組み立てられ、詩の一節が生まれ始めた。湖の静寂、森のざわめき、そしてそこに溶け込む自分自身の存在。すべてが彼の詩に色と形を与えていく。夕方近く、ユーマは湖からの帰路に着いた。
彼はこの森と湖で得たインスピレーションを胸に、新たな詩を綴る準備が整ったことを感じていた。村に戻ると、彼はその夜、湖で感じたこと、考えたことをまとめ、深夜まで詩を書き続けた。静かな湖面に映る、ひとときの平和。彼の詩には、そんな言葉が刻まれていた。そして、その詩は、やがて、村の人々にも読まれることになる。秋も深まり、山間の庄村は、さらに色彩を増していった。ユーマは、湖での体験から得たインスピレーションを胸に、日々を過ごしていた。彼の詩は、村のカフェで、静かに人々の間で読まれ、少しずつ彼の存在が、村に根付き始めていた。ある日のこと、ユーマは、村の図書室で、古い文献を調べていた。彼の目的は、湖と森にまつわるさらなる物語を見つけることだった。その時、図書室の管理人である老婦人が、彼に話しかけてきた。若い詩人さん、もし興味があれば、この村に伝わる古い伝説を聞いてみたらどうかしら。と彼女は言った。ユーマの目は輝き、彼はその提案に興奮を隠せなかった。二人は図書室の奥にある小さなテーブルにつき、老婦人はゆっくりと話し始めた。それは湖の生まれた伝説についてで、古い時代、村を守るために神々が作り出したと言われていた。湖は生命の水とも呼ばれ、村人たちにとっては聖なる場所だったのだ。伝説によれば、湖の最も深い部分には古代の秘宝が沈められており、それを守るために森が生い茂り、多くの動物たちが森に住むようになったという。しかし、その秘宝の正体や場所は誰も知らない。この話を聞いたユーマは新たな詩を書くために再び森と湖を訪れることを決めた。彼は老婦人に感謝し、図書室を後にした。数日後、ユーマはリュックに必需品とノートを詰め、再び湖へと向かった。今回は伝説を胸に秘め、湖の神秘にさらに深く触れようと心に決めていた。彼は湖の周りを歩き、湖が生まれたとされる場所を探した。夕暮れ時、湖の一角で、ユーマは小さな洞窟を見つけた。彼はそっと中に入り、洞窟の奥で小さな水たまりを発見した。その水はクリアで何か特別なエネルギーを感じさせた。ユーマはその場でノートを取り出し、詩を綴り始めた。古の守りし、秘宝たちよ、静かなる水面に佇む、時を超えて語り継がれる物語。彼の筆は止まることなく、湖の伝説が詩に変わった。湖から戻る道すがら、ユーマは自然との一体感と古代からのメッセージを感じ取りながら、帰路に着いた。伝説の詩を書き上げたユーマは、その詩を村人たちと共有する機会を模索し始めた。彼の詩は、すでにいくつかの心を掴んでおり、湖の伝説を題材にした新作には、特に期待が集まっていた。冬が近づく、ある晴れた日、ユーマは村の小さなカフェのオーナーであるアヤと話をした。アヤは文学と芸術を愛する女性で、彼女のカフェはしばしば地元のアーティストや詩人が集まる場所となっていた。ユーマの提案に熱心に耳を傾けたアヤは、カフェで詩の朗読会を開催することを快く承諾した。朗読会の日、カフェは暖かい明かりで満たされ、壁にはユーマの写真が飾られていた。訪れた村人たちは暖炉のそばに集まり、ユーマの話に耳を傾けた。彼はまず、この詩を書くに至った経緯と、湖と森で感じたことを語り始めた。次に、彼はゆっくりとその詩を朗読した。静寂の湖水よ、古の秘宝を守りし、時の流れを超えても変わらぬ美しさで、誰もがそのあたりを歩けば、心が現れる。ここに生きる私たちもまた、その一部として、大いなる物語の継承者となる。村人たちは、その言葉に引き込まれ、一節一節に深く共感した。
詩の力は湖や森、そして村自体の美しさを再認識させ、共有の経験として彼らを一つに結びつけた。朗読が終わると、会場からは温かい拍手が起こった。多くの村人がユーマに近づき、彼の詩に対する感想や自分たちの経験を話し始めた。この日、ユーマはただの訪問者から村の一員として真に受け入れられたのを感じた。その夜、ユーマはカフェを後にし、星空の下、帰路に着いた。彼の心は充実感でいっぱいで、死がもたらす絆と影響力に改めて感謝した。村とその伝説は、これからも彼の詩の源泉となり続けるだろう。朗読会から数週間が経ち、ユーマの詩への評価はさらに高まっていた。村の外の出版社からも興味を持たれ、彼の作品がより広い世界に広がる可能性が開けてきた。春の訪れとともに新しいチャプターの始まりを感じたユーマは、他の地域でも自分の詩を紹介するための旅に出る決意を固めた。彼は旅の準備を始める前にもう一度湖を訪れることにした。湖は彼に多くのインスピレーションを与えてくれた場所であり、新たな旅立ちの前に別れを告げるのは自然なことのように思えた。ユーマは早朝、カメラとノートを持って静かな森を抜けて湖へと向かった。湖畔に到着すると湖は朝日に輝いていた。彼は湖の美しさに改めて心を奪われ、しばらくその場に立ち尽くした。湖辺で深呼吸をし、これまでの思い出が脳裏をよぎる。湖からのインスピレーションで生まれた詩たち、そしてそれを聞いてくれた村の人々の顔が浮かんだ。ユーマは湖辺に座り、最後の詩をノートに書き留めた。旅立ちの朝、新たな道への一歩を踏み出す。胸には希望を、そして湖の静けさを心に刻む。彼はその詩を小さな声で湖に読み聞かせるように朗読した。帰り道、ユーマは村を一回りして出発前に顔を出したい場所や人々に挨拶をした。村の古老である構造にも再会し、また戻ってくる。と約束を交わした。構造は微笑みながら、この村はいつでも君を待っている。安全な旅を。と言った。その後、ユーマは必要な荷物を背負い、村を後にした。彼の心は次の冒険への期待でいっぱいだったが、湖と森の村への感謝も忘れてはいなかった。未来への扉を開く一歩として、彼は静かに、しかし確実に前へと進んでいった。ふとした瞬間の啓示。エリカは光り輝く海に囲まれたことで目を覚ます。彼女の目の前には果てしなく広がるエメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がっていた。どうしてここに？彼女は困惑しながらも不思議と心地よい風に誘われるように島を探索し始める。エリカはこの島に一人でやってきたわけではない。彼女は特別な写真展のために世界中から選ばれた数名の写真家と共にこの島を訪れていたのだ。しかし昨夜の嵐で仲間たちはバラバラになり通信手段も失われてしまった。彼女が一人歩きを続ける中、古びた洞窟の入り口を発見する。好奇心に駆られ洞窟に足を踏み入れると壁一面に古代の壁画が描かれていた。壁画はこの島がかつて大きな文化の中心地だったことを物語っているようだった。これは、ただのリゾート地ではないわ。エリカはカメラを手に再び島を見つめ直す。彼女の心にこの島の秘密を解き明かすという新たな使命が芽生え始めていた。島の神秘を解き明かす旅が今静かに始まる。エリカは島をさらに探索するうちに
小さな村にたどり着く。村人たちは当初、彼女に対して警戒心をあらわにしていたが、彼女が持つ古いカメラに興味を示し、徐々に打ち解け始める。エリカは村の長老から、この島がかつて月の神に捧げられた聖地であったことを聞かされる。長老によると、神秘的な力を宿す月光の石が島のどこかに隠されており、その力を解放する鍵は、啓示の塔と呼ばれる場所にあるという。エリカは月光の石を見つけるため、村人たちと協力して、啓示の塔への道を探し始める。道中、彼女は不思議な現象や自然の美しさに何度も心を奪われながらも目的を見失わずに進んでいく。やがて彼らは島の中央にそびえ立つ巨大な塔の前に立つ。塔は時間が経つにつれて色を変える不思議な石で作られており、エリカはその美しさに息を飲む。しかし、塔の内部には謎と危険が待ち受けていることを彼女はまだ知らない。エリカと村人たちは啓示の塔の入り口に立ち、古代の謎を解明するための冒険に踏み出す。塔の内部は複雑な迷路のように入り組んでおり、壁にはさらに詳細な壁画が描かれていた。これらの壁画は島の歴史だけでなく、かつてこの地を訪れた旅人たちの物語をも語っている。エリカは壁画に映された情景に心を奪われつつ、月光の石へと導かれる手がかりを探し続ける。途中、一行は古代の罠に何度も遭遇するが、村人たちの知恵と協力によって難を逃れる。彼らの絆は深まり、エリカはこの島に対する理解を深めていく。ついに彼らは塔の中心部に設置された巨大な月光の石を発見する。石からは幻想的な光が放たれ、その場にいる者すべてを魅了する。エリカは石に触れると、彼女の心に映像が浮かび上がる。それは遥か昔、島が繁栄していた時代の様子と、月の神を崇拝する人々の姿だった。この石には、島の記憶が封じ込められているようだ。エリカは、この発見をどう扱うべきか、悩み始める。月光の石の力を使って何かを成し遂げるべきか、それとも静かにその秘密を守り続けるべきか。エリカは月光の石の力とその歴史についての決断を下す。彼女はこの力を使って島の謎をさらに解き明かし、かつての映画をこの世界に再び紹介する決意を固める。しかし、そのためには島の外に石の存在を公表するリスクと、それに伴う様々な課題を受け入れなければならない。エリカは村の長老と相談し、外の世界に島の秘密をどのように伝えるか計画を練る。長老は古い伝承と意志の力を尊重しつつ、新しい世代に知識を伝えることの重要性を説く。彼らは協力して意志から得られる知識を保護し、適切に共有するためのガイドラインを設定する。この間、エリカは島の自然の美しさと和やかな生活にもっと心を開く。彼女は日々を通じて自分が真に求めていたのは単なる冒険ではなく深い意味とつながりであることを理解する。また、島の人々との関係も深まり、彼らから多くのことを学び、自身の人生観も変わり始める。最後に、エリカは自らの手で月光の石に関する写真と記録をまとめ、世界に発信する。彼女の作品は、世界中で注目を集め、多くの人々が、この神秘的な島と、その文化に興味を持ち始める。エリカ自身も、この経験から得た知識と、感動を胸に、新たな人生の章を歩み始める。月光の石の物語を世界に公開してから数ヶ月後、エリカは再び孤島を訪れる。今回は彼女の展示を見た多くの学者、歴史家、そして冒険者たちが同行する。彼女たちは島のさらなる秘密を共に探求し、古代の知識を学び取るために集まったのだ。島は以前にも増して活気づいていた。
エリカが初めて訪れた時の静けさは、今や新たな発見と交流の場となっている。エリカは、この変化を前向きに受け入れ、島とその歴史が適切に評価され、保護されるよう尽力する。この日、彼女は啓示の塔で、特別なセレモニーを行う。塔の最上階で、エリカは月光の石を中心に集まった人々に向けて、スピーチをする。私たちの探求はここから始まった。しかし、真の探求はこれからだ。この島の過去が私たち全員に教えてくれることは、未来に向けて無限の可能性があるということだ。セレモニーの後、参加者たちは島の各地を訪れ、それぞれが自分の専門分野に基づいて調査を行う。島の神秘とその教訓は、彼らの共同作業を通じて、より深く探求され、広く世界に共有されるようになる。エリカは夕暮れ時、静かに海を見つめながら考える。彼女のふとした啓示が、これほどまでに多くの人々を動かし、新たな交流と学びの場を生み出すことになるとは、彼女自身も冒険の旅が終わることはないと感じていた。通り雨の後の輝き。マックスは小さなプロペラ機の窓から見える緑豊かな離島に心を躍らせながら着陸の準備をしていた。彼の目的はこの島に伝わる輝く水の秘密という古代の伝説を探ることだった。島はまだ科学的にも十分に探査されておらず、彼にとって完璧な冒険の舞台であった。飛行機が滑走路にゆっくりと降り立つと、マックスはその荷物をまとめ、飛行機を降りた。熱帯の暑さと湿気が彼を一瞬で包み込む。空港はとても小さく、島の生活がゆっくりとしたペースで進んでいることを物語っていた。彼は事前に手配していた地元のガイド、リナと出会う。リナはこの地域で生まれ育ち、島の隅々まで知り尽くしているという。マックスはリナと共に最初の目的地である村へと向かう。車窓から見える風景は途切れることなく広がる緑と時折見える野生動物でマックスの冒険心をさらにかき立てた。村に到着するとリナはマックスを村の長老の家へと案内する。長老からこの島に伝わる伝説が語られる。夜になると水面が月光に照らされて輝くという現象が見られるというのだ。しかし、その光る水にはある特別な力が宿っており、島の人々には古くからその力を尊重し、秘密を守るよう教えられている。マックスはその夜、村の中心にある小さな湖へと向かう。月が昇り、湖の水面が不思議な光でいっぱいになるのを目の当たりにする。湖の水はまるで何かが内部から光を発しているかのように静かに輝いていた。これが通り雨の後の輝きか。マックスは簡単の声を漏らし、この神秘的な現象の調査を開始する決意を新たにする。翌朝、マックスはリナと共に湖の周囲を探索するために早起きした。湖の水は昼間も静かに輝いており、その光は自然光の中でさらに神秘的に感じられた。彼らは水サンプルを採取し、湖底の状態を調べるために小さなボートを漕ぎ出した。探索中、リナはこの湖が古代の火山活動によってできた天然の貯水池であり、地下からのミネラルが豊富な水源を供給していると説明した。マックスはそのミネラルが水の光る現象に関係しているのではないかと推測した。湖周辺の植物もまた通常とは異なる生育をしているように見え、特に夜間に輝く花が自生していることにマックスは興味を持った。リナによると、その花は月光を浴びると特に鮮やかに光るという。マックスはこれらの現象がどのように連動しているのか、
科学的な説明を見つけ出すことに夢中になる。彼は、この島の自然が持つ独自のバランスと、そこに住む人々の生活がどのように調和しているのかを学ぶことにも関心を持った。村の人々は自然と共生しながら古くからの伝統を守り続けている。バックスはその知識を尊重し、彼らの協力を得ながら研究を進めることを決めた。夜が再び訪れると、マックスは再び湖へと向かった。湖の光が今宵も彼を迎え、彼はその光の源を解明するため、深夜まで観察を続けた。この不思議な自然現象の謎を解き明かすことが、彼の新たな挑戦となった。数日間の調査と観察を経て、バックスは湖の水とその周辺の土壌から複数のサンプルを採取した。それらを分析するため、彼とリナは村の近くにある小さな研究施設を訪れた。施設には島の生態系に精通した研究者がおり、彼らの助けを借りてサンプルの詳細な分析が行われる。初期の分析結果から湖の水には普通では見られない種類の微生物が含まれていることが明らかになった。これらの微生物は特定の光を発光する能力を持ち、その結果として湖は夜になると輝くのではないかという仮説が立てられた。バックスはこの発見に基づき、湖の生態系全体がどのようにしてこの珍しい現象を支えているのかをさらに探るために夜間の観察を重ねる。彼は特に光る微生物が活動的になる条件と、それが地域の植物や他の生物にどのような影響を与えているのかに注目した。その過程でバックスとリナはこの島がただ美しいだけでなく、科学的にも極めて興味深い場所であることを再認識する。また、彼らは島の伝統的な知識と現代科学とを融合させることの価値についても考えさせられる。一方で、マックスはこの珍しい自然現象を世界に公開することの倫理的な側面にも思いを馳せる。この美しい現象が外部からの過剰な関心を引き寄せ、島の自然や文化に悪影響を及ぼす可能性に懸念を抱き始めた。バックスはリナと共に湖の周囲で夜間の生態調査を行うことにした。彼らは特に光る微生物の活動パターンと、それが周囲の生態系に与える影響に焦点を当てた。この微生物が放つ光は夜の暗闇で他の生物にどのような影響を与えているのか具体的に解明するためだ。調査中、バックスは光る水が特定の鉱物と反応していることを発見する。この鉱物は湖底に豊富に存在し、微生物の光を増幅させる役割を果たしていることが明らかになった。また、この鉱物は島の古い火山活動に由来するもので、島独自の自然のミステリーの一部を形成していた。この発見により、バックスは湖が単なる水源ではなく、生物学的にも地質学的にも重要な役割を果たしていることを理解し、この知識をもとにさらに深い研究を進めることを決意する。リナの協力を得て、彼は地元コミュニティにもこの情報を共有し、島の自然保護と持続可能な利用の重要性を訴える。同時に、バックスは外部からの科学者たちと協力を始め、この珍しい現象の詳細な研究を行うプロジェクトを立ち上げる。しかし、彼は研究活動が島の環境に与える影響を最小限に抑える方法を常に探し続ける。夜の湖は今やマックスにとってただの研究対象ではなく、彼の心に深く刻まれた存在となっていた。彼はこの美しい光景を守るため、そして次世代に引き継ぐために環境保護活動にも積極的に関与するようになる。数ヶ月の研究と保護活動の後、バックスは島の自然現象についての包括的な報告書を完成させた。彼とリナは島の学校やコミュニティセンターで
この特別な湖の生態系とその保護の重要性について講演を行う。これらの活動は地元メディアにも取り上げられ、当該の人々にも島の自然に対する理解と関心を深める機会を提供した。プロジェクトの成功を受けて、バックスは国際的な自然保護団体と連携し、島を生物学的に重要な地域として認定する運動を開始する。この認定により、島はさらなる研究資金を得ることができ、地元の雇用創出と教育の向上にも寄与することが期待される。一方で、マックス自身もこのプロジェクトを通じて大きく成長し、自然との調和の中で科学的探求を進めることの価値を学んだ。彼は今後も島を訪れ、継続的に研究を行い、保護活動に携わることを誓う。物語の最後に、バックスは再び湖のほとりに立ち、通り雨の後に見る湖の光景を眺める。彼の心には、自然が教えてくれる無限の教訓と、それを未来につなげていく責任の重さが感じられた。そして、彼はその場で、自然と共に生きることの真の意味を、再び確認するのだった。青空の下の冒険。リリーは小型飛行機の窓から見える一面の白銀の世界に心を躍らせながら北極圏への到着を待っていた。彼女の目的は氷河から発せられる奇妙な音の調査とそれに伴う異常気象の原因を解明することだった。飛行機が氷の上に設けられた仮設滑走路に滑り込むと、リリーは迎えに来た地元の科学チームと合流した。チームのリーダーであるヨハンは気候学者であり、この地域の異常な気象変動に深い関心を寄せていた。リリー、ようこそ。ここ数週間、氷河が発する低周波音が増加しています。私たちの観測史上でも異例の現象です。ヨハンの説明を聞き、リリーの研究への興味は一層強まった。彼らはすぐに装備を整え、氷河の調査に向かった。リリーは特別に開発された音響測定器を携えて、氷河の裂け目を慎重に調査し始めた。太陽が氷の表面を照らす中、氷河の裂け目からは不気味なほどの低い響きが聞こえてきた。この音は、氷河がどのように動いているか、何が起こっているのかを教えてくれるかもしれません。リリーはヨハンにそう語り、彼と共にデータの分析を始めた。夜が訪れると、彼らは基地に戻り、翌日のさらなる調査に備えた。この奇妙な現象の謎を解き明かすため、リリーは地球の最も遠い端で新たな冒険が始まることを感じていた。リリーとヨハンのチームは北極圏の広大な氷河地帯に深く入り込んだ。彼らの主な目的は氷河から発せられる奇妙な音の源を探り、それが異常気象にどのように影響しているかを解明することだった。彼らは氷河の裂け目に高度なセンサーを設置し、音の波形と振動を記録し始めた。調査初日、リリーは氷河の裂け目の一つで、通常では聞こえない低い周波数の音をキャッチした。この音は氷河の融解プロセスが予想以上に加速していることを示唆している可能性があった。ヨハンと共にリリーはさらに詳しい調査を進めるために地下水路の流れを追跡する特殊な染料を使用した。翌日、チームは氷河の下部で巨大な水の脈動を発見した。この発見は地球温暖化の影響で氷河下の水路が拡大し、その結果として氷河全体の構造が不安定になっていることを示していた。リリーはこのデータをもとに氷河の融解が進行する速度と、それが全球的な気候に与える影響を計算するためのモデルを作成し始めた。この間にも氷河の動きは活発化し、リリーとヨハンは氷河の安全な観測ポイントを
定期的に変更しなければならなかった。彼女たちの研究は、北極圏の脆弱な環境が直面している現実を浮き彫りにし、科学界に新たな警鐘を鳴らすことになる。この詳細な調査と初期の分析により、リリーは気候変動に関する次の国際会議で、この重要なデータを発表する準備を進めた。彼女の目的は、世界中の政策立案者と科学者に、北極圏の氷河が直面している緊急の課題を理解してもらうことだった。リリーとそのチームは、氷河の融解プロセスが加速している原因を解明するために、さらなる詳細な調査を実施した。彼女たちは、氷河の融解水が地下の洞窟システムを通じて、どのように流れているのかを追跡するため、高度な水門地質学的技術を利用した。これにより、氷河下の隠された水路の地図を作成し、水がどのように氷河の動きに影響を与えているのかを明らかにしようと試みた。リリーはまた、氷河の融解が周囲の生態系にどのような影響を与えているかを調べるため、地元の野生動物の行動パターンと生息地の変化を記録した。特に氷河の対抗が北極キツネや白熊などの種の繁殖地に与える影響に焦点を当て、彼女の研究は生物多様性の保全にも寄与した。この間、地球温暖化の影響を具体的に示す衛星画像と地上からの観測データを組み合わせて、氷河の健康状態を評価する包括的なレポートを作成した。リリーとチームは、この情報をもとに、氷河が今後数十年でどれだけ後退する可能性があるのかを予測し、その結果を国際的な研究誌に発表する準備を行った。同時に、リリーは公開セミナーやワークショップを通じて、地元コミュニティとの関わりを深め、氷河の融解が彼らの生活にどのような影響を及ぼしているかを教育する活動も積極的に行った。彼女は地元の学校で若い学生たちに向けた気候変動の授業を行い、次世代にこの重要な問題についての意識を高めるための取り組みを行った。調査を重ねる中で、リリーとチームは氷河の融解が地球温暖化の進行と直接的な関連があることを明らかにし、その速度が科学界の初期予猜を上回っていることを突き止めた。この新たな発見により、リリーは気候変動に対する国際的な対策の緊急性を世界に訴える決意を固めた。彼女はデータと研究成果をまとめ、国際気候変動会議でのプレゼンテーションを準備した。プレゼンテーションでは、氷河の融解が引き起こす海面上昇の予測と、それが世界各地の沿岸都市に及ぼす影響について、警鐘を鳴らす。リリーの報告は、世界中の政策立案者や科学者から大きな注目を集め、気候変動対策の強化を求める声が高まった。同時に、リリーは北極圏での継続的なモニタリングプロジェクトを立ち上げるための資金を確保し、地球全体の気候変動の影響を詳細に記録するための国際的な研究ネットワークを形成した。このネットワークは、異なる地域での気候変動の影響をリアルタイムで共有し、より効果的な適応策を開発するための基盤となった。リリーの努力により、北極圏の融解問題は、ただの地域問題ではなく、全人類にとっての危機として認識されるようになった。彼女は地元コミュニティとの連携をさらに強化し、氷河の融解が生物多様性に与える影響を緩和するための具体的な保護策を実施し始めた。この重要な時期に、リリーの科学的な洞察とリーダーシップが、地球温暖化という世界的な課題への対応に新たな光を投げかけている。数年間の努力と研究の後、リリーは気候変動に関する重要な発見を世界に伝え続けた。彼女の仕事は多くの国際的な政策に影響を与え、氷河の保護と地球温暖化対策のための新たな規制が設けられた。北極圏の青空の下、
リリーは自らの成果を振り返りながらも未来への課題に目を向けていた。彼女は次世代の科学者たちにこの貴重な地球を守るバトンを渡す準備をしている。その目は常に新たな冒険と発見に向けられていた。街角の小さな驚き。佐藤総一は毎朝の散歩を終えようとしていたある日、ふとした好奇心から普段は通らない工事を歩き始めた。街の喧騒から少し離れたその道は、どこか懐かしい風景を彼に提供した。彼の目に留まったのは、年季の入った看板がかかる小さなカフェだった。カフェの名前は、時の間。外見は幾分古ぼけているが、その古さが、かえって温かみを感じさせる。総一は、なんとなく足をそのカフェへと向けた。店内に一歩足を踏み入れると、アンティークな家具とレトロな音楽が、彼を迎え入れる。壁には、古い写真やポスターが飾られ、それぞれが長い物語を秘めているように見えた。店のオーナーである奥山は、総一を温かく迎えてくれた。彼は、この地域に長く住んでおり、地元の歴史に詳しい。総一は、奥山との会話を楽しみながら、彼が提供するコーヒーを味わった。コーヒーの一杯一杯に心を込めており、その味は、総一が今までに経験した、どのカフェのものよりも、印象深いものだった。この出会いがきっかけで、総一は、時の間を訪れることが、新たな日課となる。カフェでのひとときは、彼にとって、日常から離れて、過去と現在をつなぐ、貴重な時間となった。そして、奥山から地元の人々の知られざる物語や、隠れた名所についても聞くようになる。時の間での時間が増えるにつれ、総一は奥山から聞いた話に基づいて、これまで見過ごしていた街の隠れた魅力を探索することに、情熱を注ぐようになった。彼は毎日の散歩を通じて、地元の歴史を知り尽くした奥山の案内で、普段は見落としてしまうような街の小さな驚きを発見する。ある日、総一は奥山に導かれて、地元で有名ながら忘れ去られた古い神社を訪れた。その神社は、市の中心から少し離れた小高い丘の上にあり、多くの人々が訪れる場所ではなかったが、その風景は四季折々の自然の美しさを映し出していた。神社の周囲を囲む木々は古く、幹には歴史を感じさせる風格があった。総一は神社の裏手に小さな庭園があるのを発見し、そこには季節の花々が咲き誇っていた。庭園は手入れが行き届いており、まるで時間が止まったかのような静けさが漂っていた。彼はその場所の平和な雰囲気に心を奪われ、しばしその美しさに見入ってしまった。その後も総一は奥山の案内で、古い映画館や隠れ家的なレストランなど、街の様々な場所を訪れた。これらの場所は、どれも彼にとって新鮮な発見であり、彼の退職後の生活に新たな楽しみと意味をもたらしていた。この活動を通じて、総一は自分の住む街の深い部分に触れ、それぞれの場所が持つ独自の物語を学び始める。彼はこれらの体験を通じて街ともっと深くつながる方法を見つけ、日々の生活に新たな喜びを見出すのだった。総一の探索はさらに広がりを見せ、彼は街の様々な層を体験することになる。特に奥山が推薦する古書店に足を運んだ日、彼は街の文化的な側面とその変遷に新たな興味を抱く。店内は古い本や雑誌、レコードでいっぱいで、それぞれが時代の空気を感じさせるものだった。店の隅には地元の作家による小説や詩集が特設コーナーとして設けられており、総一はその中の一冊の詩集に目を留めた。
詩人の言葉からは、町の過去の生活や人々の営みが鮮やかに浮かび上がり、彼はその深さに心を打たれた。その日以降、宗一はその詩集を手に、たびたびその古書店を訪れるようになる。詩の一節一節が彼の心に響き、自身の感じた町の印象と重なっていく。店のオーナーとも友人となり、彼から町の歴史や文学について多くを学ぶことができた。この期間、宗一は町のアートギャラリーや劇場を訪れるようにもなった。彼は特に地元のアーティストによる展示に惹かれ、その作品からは町の様々な顔を見ることができた。彼はアートを通じて町の多様性とその創造的な魂を感じ取ることができた。この体験は宗一にとってただの時間潰しではなく、彼自身の人生観を深める旅となった。彼は自分が知らなかった町の一面を見ることで自分自身と向き合う機会を得たのだ。宗一の日常は新たな趣味の発見によってさらに豊かなものに変わり始めた。彼は地元の写真クラブに参加することに決め、街の様々な角度から写真を撮ることに興じるようになる。カメラを通して見る世界は彼にとって全く新しい視覚的体験を提供した。ある週末、クラブのメンバーと共に街の古い工場地帯を訪れた宗一は廃墟となった工場群の中に隠されたアートスペースを発見する。この場所は地元の若手アーティストたちが非公式に使用しており、彼らは壁一面に壮大な壁画を描いていた。彼らの作品は街の過去と現在を融合させ、見る者に強い印象を与えるものだった。宗一はこのアートスペースで時間を忘れるほど長く過ごし、アーティストたちとの対話を楽しんだ。彼らの情熱と創造性は宗一に大きな刺激を与え、彼自身の創作活動に新たな息吹を吹き込むこととなった。彼は自分の写真にも彼らのような生命力とメッセージを込められるよう、日々の撮影に臨むようになる。この発見がきっかけで、宗一はさらに多くのアーティストと交流するようになり、彼の写真は徐々に地元のアートシーンで注目を集めるようになる。彼の作品は街の普段見過ごされがちな美しさを捉え、多くの人々に感動を与えた。彼はこれからもカメラを手に、道の美を求めて街角を歩き続けることを誓う。数ヶ月が経過し、宗一の写真は地元のアートギャラリーで展示されることになった。彼の作品は街の隠れた魅力を捉えたもので、訪れる人々に新たな視点を提供していた。展示のオープニングデー、宗一は多くの来場者と交流し、彼らからの感想や質問に応じた。彼の写真が人々の心に響き、街への新しい認識を生み出していることに、宗一は大きな喜びを感じた。この経験を通じて、宗一は自分の趣味がただの時間潰しではなく、他人に影響を与え、喜びを分かち合う手段になり得ることを実感した。彼はこれまでの人生で気づいた経験と退職後に発見した新たな情熱が融合することで自己実現の新たな道を見つけることができた。彼の写真展は地元コミュニティの中で話題となり、その後も多くの人々が彼の作品を見るためにギャラリーを訪れた。宗一はアートを通じて街の日常に新たな色を加えることができた。彼はこれを機に他の街角でも写真を通じた発見の旅を続けることを決意する。彼の冒険は終わりではなく新たな始まりの象徴となる。街角の小さな驚きが彼の人生にとって大きな意味を持つようになったのだ。日常から抜け出す。東京の朝のラッシュアワー、橋本優は通勤電車の中で自動的にスクロールするスマートフォンの画面から顔を上げた。
窓の外に広がるグレーの街並みに目をやりながら、彼はふと日常からの逃避を切望する自分に気づいた。長年のルーティンとプレッシャーが突然彼の肩を圧迫し始め、息が詰まりそうになる。その日、彼は思い切って一日の休暇を取り、何年ぶりかでバックパックを背負って、東京郊外の自然あふれる地へと小旅行に出発した。そこは彼がかつて訪れたことのある山あいの静かな村で、その日一日の旅が彼の心に新たな風を吹き込むことになる。朝早く家を出た橋本優は首都圏を離れる列車に乗り込む。彼が目指すのは東京から数時間の場所にある秘境ともいえる自然豊かな山村だった。若い頃、優は世界中を旅した経験があり、その時の感覚がふとした瞬間に蘇ってきた。彼の心は久しぶりに感じる冒険への期待で踊っていた。村に到着すると、優はまずその美しい風景に息を飲む。豊かな緑、清らかな川のせせらぎ、空気の新鮮さ。これまでの都市生活とは一線を画す自然の中で、彼は深呼吸をし、心身ともにリフレッシュを感じた。優は散策をはじめ、村の小道を歩きながら、野生の花や鳥の声に耳を傾ける。彼は途中、地元の茶屋で休憩をとり、老夫婦と会話を交わす。夫婦は、この地で生まれ育ち、多くの変遷を経験してきた。彼らの話からは、都市部では決して知ることのできない、地域の歴史や文化が語られた。優は、その話に引き込まれ、時間を忘れるほどだった。日が暮れる頃、優は山の頂へと向かう。頂上から見る夕日は、彼の心に深い感動を与えた。そこから見える景色は、彼が日々の生活の中で忘れかけていた世界の美しさを思い出させてくれる。山を降りる頃には、優は自分がどれほど自然とのつながりを求めていたかを痛感していた。橋本優の小旅行は、ただの逃避行ではなく、自己再発見の旅となりつつあった。翌日、彼は地元のガイドと共に、近くの森を散策することにした。森は古くからの神聖な場所とされ、その神秘的な雰囲気に、すぐに魅了された。ガイドの話によると、この森には古い伝説が多く残されており、自然と共生する村の精神が今も息づいているという。優はカメラを手に、その魅力的な景色を一つずつ記録に残し始める。太古の木々、奇妙な形をした岩、光が差し込む場所に咲く珍しい花々。写真を通じて、彼は自然の中に隠された物語を一つ一つ拾い上げる。このプロセスは彼にとって新たなクリエイティブな出力となり、久しぶりに感じる充実感に心が満たされた。森の中で一番印象的だったのは小さな滝に至る隠れた小道だった。滝の音とその周辺の静寂が交錯する中、優は自分の内面と向き合う時間を持った。彼は自分がいかに日々の忙しさに追われ、本当に大切なものを見失っていたかを痛感する。この場所は彼にとって心を落ち着け、考えを整理するのに最適な場所となった。その日の夕方、優は地元の祭りに参加する機会を得る。村の人々と肩を並べ、彼らの文化や生活を肌で感じながら、彼は新たな人間関係を築いていく。祭りの熱気とともに、優の心も次第に解放されていった。彼はこうしたコミュニティの一員として、迎え入れられる温かさを深く感じ、これが彼にとって大きな喜びとなった。橋本優の旅は、ただの一時的な逃避ではなく、彼の人生に新たな意味を与える変化へと発展していった。旅の最終日、彼は村の古い書庫を訪れることにした。書庫は村の歴史を詳細に記録した文書や写真で満たされており、優はその中から村の創設者たちの冒険と挑戦の物語に魅了された。彼らの物語は
過去と現在をつなぐかけがえのない橋渡しとなり、ユウに深いインスピレーションを与えた。この書庫で過ごした時間は、ユウにとって過去の人々が直面した困難と、それを乗り越えた方法についての深い洞察を提供した。それはまた、自身の現在の生活を見直し、何を真に求めているのかを考える契機となった。彼は自分もまた日常の枠を超えた何かを追求する勇気があることを再認識する。帰路に着く際、ユウは新たな決意を胸に東京へと戻った。彼は自分の日常に新たな要素を取り入れ、もっと創造的で充実した生活を送るための計画を立て始める。また、この旅で得た経験を生かし、自分の周囲の人々ともっと積極的に関わることを心に決めた。彼は今までとは違う視点で仕事に取り組むことにした。効率だけではなく、創造性や人間関係の大切さをもっと重視するようになる。そして自分自身と他人を豊かにするために、自らができることを模索し続ける。数週間が経過し、橋本優は自分の生活に確かな変化を感じ始めていた。旅から持ち帰った新しい視点と情熱は彼の日常に色鮮やかな彩りを加えた。彼はもはや以前のように日々のルーティンに縛られることなく毎日を意味のあるものに変える方法を見つけ出していた。特に優は地元のコミュニティセンターで写真展を開催することになり、旅で撮った写真やそこでの経験を共有する機会を持った。展示会では彼の写真が多くの人々に感動を与え、彼らもまた日常の枠を超えて新たな発見をする勇気を持つようになった。また、優は週末になると家族や友人を連れて自然を楽しむハイキングやピクニックを企画するようになり、これが彼の新しい趣味となった。これらの活動は彼の人間関係をより深め、日々の生活に新たな喜びと満足をもたらした。この物語の終わりでは、優が自宅のリビングルームに一枚の大きな写真を掲げるシーンで締めくくられる。それは山村の夕日の写真で、彼の新たな人生の章の始まりを象徴していた。彼は今、自分の人生と向き合い、それを豊かにするために、積極的に行動する準備ができていた。道端の花から学ぶ。かつて忘れ去られた小さな村がありました。この村には特別な花が咲いていました。その花は誰もが通り過ぎる小さな道端に静かに息づいていて、見る人すべてを魅了する不思議な力を持っていました。この物語はその花から始まります。村の外れに住む少年、健太は毎日その花を見ていました。彼にとってその花はただの花ではなく友達でした。しかし、ある日、その花は突然姿を消しました。健太は花を探すため、未知の冒険へと足を踏み出すことにしました。この物語は、健太が道端の花から学ぶ大切なことについての物語です。それは、勇気、友情、そして愛です。美しい風景の中で繰り広げられる彼の冒険を通じて、私たちもまた、生命の尊さや自然の美しさを再発見することでしょう。健太が生まれ育ったのは、時間が忘れ去ったかのような小さな村。そこには昔から伝わる言い伝えがありました。心が純粋なものだけが見ることができる花がある。その花は見つけたものに幸運をもたらす。と、健太はこの言い伝えを信じていました。彼にとってその花はただの伝説ではなく心の友でした。毎日のようにその花を訪れ、話しかけ、時には悩み事を打ち明けていました。しかし、ある朝、健太がいつものように花を訪れると、
花がなくなっていることに気づきました。まるで大切な友人を失ったかのような寂しさと、何かがおかしいという不安が、健太の心を覆いました。彼はすぐに花を探し始めましたが、どこにも見つかりません。その日の午後、健太は重い決心をしました。花を取り戻すため、そして花の行方を突き止めるために、家を離れ、未知の世界へ旅立つことにしたのです。健太の旅は、まず広大な森から始まりました。森は美しく、しかし、同時に謎に満ちていました。彼は、木々が囁き合う声を聞きながら、未知の動物の目に見つめられながら進みました。彼の心は、不安でいっぱいでしたが、その一歩一歩は、花への深い愛情によって支えられていました。彼は、花が自分を待っていると信じて疑いませんでした。旅の途中で、健太は多くの不思議な現象に遭遇しました。木々が突然色を変えること、風が特定のメロディーを奏でること、そして時には道が彼を導くかのように変わることもありました。それらの現象はすべて彼にとって新しい発見であり、旅の楽しみを一層深めてくれました。森を抜けた先にあるのは美しい湖でした。湖面に映る夕日は、これまでに見たどんな景色よりも美しかったです。湖辺で出会ったのは、年老いた漁師でした。彼から、花が時の谷と呼ばれる場所へ向かったという話を聞き、健太の心は、一層強く決意で満たされました。その場所へ行けば、きっと花を見つけられる。そう信じて、健太は再び歩き始めました。しかし、この旅が彼に与えた最大の贈り物は、景色や冒険ではありませんでした。それは、内面の変化、自分自身と向き合う勇気、そして何よりも、目的を持って進む力でした。健太は、花を探す旅が、自分自身を見つける旅でもあることに気づき始めていました。そして、夜が訪れるたびに、健太は空を見上げ、星に願いを込めました。どうか、花を見つけさせてください。そして、この旅が私に教えてくれるものを受け入れる勇気をください。と、星々は静かに彼の願いを聞き届けているかのようでした。時の谷への道は想像以上に険しかった。道なき道を進む健太は自然の厳しさと、それでいてその中に息づく生命の美しさに心を打たれます。彼が進むにつれ、風景は次第に変わり、山々はより高く、空はより広く感じられました。彼はこれまでの人生で経験したことのない種類の孤独と自由を同時に感じていました。この険しい道の中、健太は様々な旅人と出会います。ある日は谷を目指す同じ目的を持つ老夫婦と、またある日は珍しい草花を探し求める若い植物学者と、彼らとの出会いは健太にとって旅の中での小さな光となりました。特に植物学者からは自然について、そして彼が探している花についても貴重な知識を得ることができました。それらの知識は彼の旅をより意味深いものに変えてくれました。しかし、旅は容易ではありませんでした。ある晩、健太は厳しい嵐に遭遇し、避難を余儀なくされます。彼は洞窟で一夜を過ごし、その間、自分の心の奥深くにある恐れや不安と向き合いました。この体験は、彼に自分自身の内面と向き合う勇気を与え、また、旅の目的に対する彼の決意を新たにしました。ついに、長い旅の末に、健太は時の谷に到着します。谷は予想以上に美しく、時間がゆっくりと流れるような不思議な感覚に包まれていました。ここでは、風が異なる調べを奏で、水はより澄んで見え、空は特別な色彩を放っていました。健太は、この場所が特別であることを直感的に感じ取りました。谷を探索する中で、健太は様々な花々と出会います。
中でも時間を超えて美しさを放つ不思議な花々に心を奪われました。それらの花々は見る者に様々な感情を呼び起こす不思議な力を持っていました。健太はこの谷には人々の心を癒し、時には導く力があることを実感します。そしてついに、健太は長い探求の末、失われた花を見つけ出します。しかし、花は枯れてしまっていました。この発見は、健太にとって大きな打撃でした。しかし、彼はすぐに立ち直り、花が枯れた理由を知るため、そして、もしかすると、花を再び咲かせる方法を見つけ出すために、さらなる旅を決意します。時の谷の奥深く、健太は枯れた花を手に、重い足取りで、賢者のもとへ向かいました。賢者は、谷で最も古く、知恵深い存在とされ、自然の謎や生命の秘密について、深い知識を持っていると言われていました。健太の心は、失われた花への悲しみと、未来への希望で揺れ動いていました。賢者の家は、谷の中でも、特に静かな場所にありました。周りは美しい花々と緑豊かな木々で囲まれ、時間が停止したかのような平和が漂っていました。健太が賢者の家の扉を叩くと、ゆっくりと扉が開き、年老いたが穏やかな眼差しを持つ賢者が現れました。賢者は健太の手から枯れた花を受け取り、しばし静かにその花を見つめました。賢者は健太に語り始めました。この花は人々の愛と注意を受けてこそ生きる花です。あなたが日々見守り、愛情を注いでいたからこそ、この花は美しく咲き誇っていたのです。しかし、あなたが離れ、その愛が途絶えたとき、花は枯れてしまったのです。と、この言葉を聞いて、健太は深い悲しみに包まれました。彼は自分の行動が花にどれほど大きな影響を与えていたかを理解し、その責任を痛感しました。しかし、賢者は慈悲深い眼差しで健太を見つめ、さらに言葉を続けました。しかし、まだ希望はあります。この花は、再び愛と注意を受けることで、生命を取り戻すことができます。あなたの心の中にその力があります。健太は賢者の言葉に勇気づけられ、新たな決意を固めました。彼は花を再び生き返らせるためには自分だけではなく村の人々の愛とケアが必要だと悟りました。賢者は健太に花の世話の仕方と心を込めて育てるための秘訣を教えてくれました。健太は賢者から学んだ知識とともに枯れた花を慎重に持ち帰ることを決心しました。彼はこの旅で得た経験や賢者から受けた教えが自分自身だけでなく村全体にとっても大切なものであることを感じていました。旅の帰路、健太は自然と向き合い、花との深い絆を再び感じることができました。彼は花を通じて学んだ愛と注意、そして生命の尊さをこれからの人生で大切にしていくことを心に誓いました。健太の心は失われた花への愛情で満たされていましたが、それ以上に彼を取り巻く世界との深いつながりを感じることができました。彼はこの旅が自分にとって単なる花を探す旅ではなく、生命の奥深い秘密を学び、自分自身の心を豊かにする旅だったことを悟りました。健太が村に戻ると、彼の冒険の話はすぐに村中に広がりました。彼と花の特別な絆に触れた村人たちは、花を村の中心に植え、共に世話をすることを決めました。時間が経つにつれ、花は再び美しく咲き誇りました。花の再生は村に新たな命を吹き込みました。人々は自然とのつながりや互いを大切にすることの重要性を再認識しました。健太の旅は彼だけでなく村全体にとっても
大切な学びの旅となりました。そして、道端の花から学んだ教訓は、永遠に彼らの心に残り続けるのでした。